ガレージキット2箱を作る第6話。さて、白すく2箱完成させていきます。前回製作したバスタブに穴を開けて排水口を作成。下穴開けにはゴッドハンドのセンターピン付きを使うとずれにくいのでおすすめ。今までは 3mm まででしたが、最近 4.2mm までのものまで出ました。ぜひ購入したいんですが、ずっと完売なんですよね。再販を期待したいと思います。さて、穴を開けましたので、ゴム栓を作ります。以前出張先のホテルで見かけた丸型のゴム栓がかっこよかったので、待ち針を使って作ります。針の部分は、マスキングをしてシルバー色を残し塗装。何の材料を使っているのかよくわからなかったので、念のためプライマーを吹き、その上から黒で塗装をします。艶消しにしてゴムっぽさを出したら、マスキングを剥がします。先ほど残した針の部分を少し残して余りをカット。先端を曲げて鎖をつなげるためのフック形状を作ります。鎖は東急ハンズで買ってきた丸い玉がつながっているようなやつ。いろいろ種類がありますが、一番細いやつを買ってきました。これを先ほど開けた排水口にはめ込みます。それっぽく見えますかね。バスタブの足も東急ハンズで買ってきたそれっぽい日干しを接着します。蛇口はドールハウス用の金属製パーツを買ってきました。形状はいいんですが、水が出る口の角度が気に入らなかったので修正。レザーソーでカットします。カットした面をスポンジヤスリできれいにします。ついでに目立つパーピングラインもヤスリがけをしてきれいにしました。位置を補正して瞬間接着剤で取り付けます。ヤスリがけで表面のメッキが剥がれてしまったので塗装を行います。プライマーを吹いた後、上あり黒で塗装。さらに上からシルバーを吹きます。シルバーは匠のスーパーミラー2を使いました。その上からクリアイエローとオレンジを吹けば蛇口完成です。マスクザルを使い、穴開け位置の目印にします。目印に合わせ穴開け。瞬間接着剤で固定します。ここに先ほど製作したゴム栓付き鎖を固定。これでバスタブ完成しました。では、前回製作したユウナギをバスタブから発汗させましょう。エンジンから出る軌跡は、白のウレタンフォームをカットして作ります。それほど見えるものではないので、形状はざっくりと作ります。これを、ユウナギとともにバスタブに配置、割り箸や竹串で位置を固定します。
ウレタンフォームは浮いてくるので、きっちり養生テープなどで固定しておきます。透明樹脂を流し込みます。いつも通り、少しクリアブルーのレッカー塗料で色をつけました。途中やっぱり浮いてきたので、爪楊枝と養生テープで無理やり押さえつつ、効果を待ちます。透明樹脂が硬化したら取り外し、無理やり爪楊枝で押さえつけたので、ちょっと取り外しに難儀してます。もう、ちょっと計画的に固定しておかないとダメですね。取り外し完了。これから水しぶきを製作していきます。フラットな水面は大波小波を使い、叩くように塗り込んで波を表現。水しぶきは大波小波を PP テープの上にそれっぽい形を作って乾燥させます。これを剥がしてそれっぽくレイアウト。上からコンスクにパコでもやったエナメルと混ぜた大波小波を貼り付けていきます。夕なぎり水シーンの完成です。前回、椅子をパテから作りましたが、なぜ中央にへこみがないのかという指摘を多く受けましたので、皆様の苦情を真摯に受け止め、作り直すことにしました。これは罠だ！ Twitter でも書きましたが、今回、ついに 3D プリンタを導入したので、初作品として作ってみたいと思います。使っているソフトは、3D データ作成にフュージョン360スライスソフトはチチュボックスです。使うレジンは SK 本舗さんの水洗いレジンハインド。水洗いレジンは水で洗い流せるので非常に楽と聞き購入してみました。ただ気になるのが使用可能温度。25度 C から40度 C となると冬の今では使えません。ということでレジンを流す層を温めるヒートユニットを作ってみました。この辺の制作機はそのうちサブチャンネル小松の隠し部屋に動画を上げる予定です。レジンを入れスイッチを入れると赤色の表示が現在の温度を示します。青色はターゲット温度。30度 C くらいがいいとの情報を得たので30度 C をターゲットにしました。
温度が低い場合はスイッチが入り、レジン層に取り付けた4つのヒートプレートが熱を持つという仕組みです。だいたい30度 C くらいになったら印刷スタート。上のプレートが降りてきて下のレジン層に入っていきます。一番下には UV 効果の発光器が入ってあり、レジンの効果。これを積層していくことで形が印刷される仕組みです。今回の椅子は1000レイヤーほどなので、プレートはひたすら1000回上下を繰り返し、形を印刷していきます。さてそろそろできてきましたかね。ちょっと椅子にしては長くないか？どう見てもおかしいので取り出し、やたら長いので再度印刷データを作り直して挑戦します。今度は前回より長くなる。これは来たか？なんか、これはこれでおかしい。この辺りから初期不良を疑い始め、いろいろ試行錯誤を繰り返します。そして、ついに、念願の形状が出力できました。何のことはない。本体の厚み設定とソフトの厚み設定を合わせていなかった小松のミスでした。君をこんなことに巻き込んでしまって本当にすまないと思っている。出力した形状はプレートからヘラを使って取り外します。取り外したパーツにはまだ硬化していないレジンがこびりついているので水で洗い流します。洗う際、小松の模型部屋から洗面所は廊下を通らないとダメ。レジンをうっかりこぼしたりしたらせっかくの 3D プリンターをメルカリで売られてしまうので洗浄機を用意しました。これに入れるとそこのブレードが回って水を攪拌してくれるので勝手に洗浄してくれます。そしてこの機械にはもう一役。出力したパーツに UV を照射させることができます。自動で回ってくれるのでなかなか便利な代物です。光り輝くゴニョゴニョ椅子。なんか修理。完全に硬化したのでサポート材をニッパーでカット、除去します。途中からめんどくさくなって手でもぎる。サポート材で保持していたところは鳥肌のようにブツブツなのでヤスリで表面処理を行います。へこんでしまっているところは恒例のフィニッシャーズパテで埋めていきます。またサポート材の不備でうまく出力できなかったところはポリパテで肉盛りを実施。硬化したらヤスリだけ。ついでに積層跡もヤスリで削り落とします。削ったらサブ式、黒塗装、
シルバー塗装を実施します。さらに上からクリアイエローとクリアオレンジを吹き、一般的な色を再現。一番底はゴムが巻き付けられているようなので、マスキングをします。完成しました。次に模型のランナーを 3D プリンタで出力しました。細いのでサポート材が大量。これをひたすらニッパーでカットしていき、ランナーを取り出します。うまく取り出せたら、ヤスリでサポート材の接合部をきれいにします。ランナーゴミができました。すべてのパーツが揃ったので、組み立てを行います。まずは、2箱を固定するため、真鍮線を通す穴あけ。真鍮線が通ったら、あらかじめ2箱の足に開けておいた穴に通します。ユーナギリ水バスタブ。ゴニョゴニョ椅子。ユーナギを組み立てた際に出たランナーゴミ。余っていたニッパー。これらのパーツを接着剤で固定しました。さらに、アクリルシンナーを混ぜた大波小波をアクリルジオラマに垂らし、水滴を表現。少し大きめの水滴には綿棒などを使って垂らしました。これで作業はすべて完成。完成した写真をスライドショーでお楽しみください。
これで、今節、白すくいタコは完成です。長きにわたりご視聴いただき、ありがとうございました。小松の次の作品にご期待ください。そういえば、さあ、この作品欲望が赴くままに作っちゃったけど、展示会出せるかな？公序良俗に反するものはダメらしいよ。